もともとその自分がいただいた話の中に K さんが言ってたのはやっぱりそのフランス料理にすごい恩返しがしたいっていうんですか、若い子たちがそのフランス料理から離れていくっていうんですかね、フランス料理が重いとかそういう昔のちょっとしたこうイメージですね、もっと食べやすくてでもっとすごいかっこよくて興味深い料理であるっていうことをみんなに知ってもらいたい。基本的にはトラディショナル、食材がすごいこう良くなっていってるんで、言えば手を加えなくても美味しいものは確かなんですね。昔だったら流通の関係上どうしても1日2日経ってしまうとか、匂いが出るものをマスキングするためにソースをかけてとか、味を増幅させるっていうよりもカバーをするためにかけたものが、今日本の食材はすごい良くなってきてる部分、ソースをかけたりとかすることによってよりもっと軽やかに、生じゃ感じれないものを火を通すことによってより美味しくなって、ソースをかけることによってもっとさらに幅ができて上がったりするっていうのがフランス料理じゃないかなって自分は思ってるんですね。村島照之と申します。専門学校卒業してすぐにフランスに行って、ビストロみたいなちっちゃいレストランからで一つ星の方まで働かせてもらって帰国して、最初に銀座のマヌアル・ダスティンという五十嵐シェフの下で2年ほど各地回っていろいろ勉強させてもらい、モナリザのスーシェフとして呼ばれて、その後地元の大阪の方に帰ってレストランブノアが大阪にオープンの時のオープニングスタッフとして、その後に台北のラトレイロビッションの方からスーシェフとして呼ばれたので、3年ほど働きに行った時にパティシエの成田さんっていうアジアでナンバーワンのシェフパティシエの人がいるんですけど、一緒にエスキスにオープンするのに帰らないかっていう話を受けて、リオネルと一緒に4年かな、その後に同じビルの下の階にアジルっていうレストランを開けて、そこでシェフとしてやることになって、そこで5年弱ですね。でコロナの関係でそこは閉店になったんですね。自分が仕事を探している時に八丁堀にあるシックポテトルっていうレストランでシェフを探してるっていうことがあったんで、オーナーの星くんがじゃあぜひっていうことで、そこで3年ほど働いた時に話を直接 K さんからいただいて、 K さんの考え方とか料理に対する思いとか同感する部分もあるし、憧れてる部分もあったんで、ここのシェフとして就任することになりました。ミッシェルグラスで働きたかったんですね。手紙を何枚書いたかな、返事来るわけないんですよ。働きたいって送ったって。食べにも行ったことあるんですけど、エスキスで働く時にリオネルが全セット持ってる、すげえなみたいな。でいくらするんだろう、こんな売れ高っとかと思って、日本にはすごいいっぱいいい包丁があるのにって思って、自分はあえてそこには触れてなかったんですね。で今回知り合いから紹介されて使ってみるタイミングが来たのかなと思って、もともと包丁が好きで和包丁も持ってますし、柳を使ったりもするんですけど、今回そのミッシェルグラスの借りた時には使いやすいなと思って、切りやすいですね。自分にはすごい合った感じがします。包丁でも18センチ、21センチ、24センチ、27センチ、30ってあるんですけど、もう狭いんで、その中でやっぱ自分27センチが一番万能だったんで、ずっと27センチを使い続けてたんですけど、ミッシェルグラスのナイフ27センチないのかなと、27なかったんで、でも3番を使った時も刃の厚さとか切れ味もそうですけども、ちょうどいい感じですよね。切った時のバランスとか、いつも使ってるパン切り包丁も波間も全然向きも1個ずつ違うし、引いて切るべきなのか押して切るべきなのかって、その角度とかも全然違うんで、パイ生地を切るのもそうですし、パンを切るのもそうなんですけども、自分がパイを切る時はいつも使ってますし、食材に第一刀をパッて入れる時に入りがいいですよね。自分が一番驚いたのは2番8番、その骨好きですね。やっぱりその魚をおろす時に入り方もそうですし、滑りもいいし強度もすごい良かったんで、長さと重さと大きさが一番使いやすかったのに、もちろん骨付きも使えるんですけど、魚をおろすのにも使えるし、ちょっと刃が短いかもしれないですけど、小手羽を使うぐらいで小さい魚とかちょっと硬いものを細かいものをちょうどってするのも、先がとんがってる分すごい向いてるなと思って、便利さにはすごいちょっと驚きましたね。8番いいなみたいな。ミッシェル・ブラスさんのナイフってすごい硬いんで曲がらないし、で実際研がしてもらっても研ぎやすかったですね。外がこんだけ鉄が硬いんで実質研ぎづらいんじゃないかなと思って、スッて研げて、ですぐ刃もつくし、で刃がついたら落ちづらいです。研ぎ方にもよるんですけど、すぐ研げて綺麗になるやつはすぐダメになってるんですね。すぐ刃が丸くなるって、実用に向いてるんじゃないかなって。
って思いましたね。ハッサンミンもそうですけど、スライサーもトリュフスライサーとして使ってるんで、トリュフってある程度水分が持ってるんでペタってひっついちゃうんですけど、だいたいトリュフスライサー木のやつでこうバーって削っているとどっかでこう詰まっちゃうんですけど、あれ詰まらないですし、切れ味がやっぱりいいですね。ナイフもしかりスライサーもしかり、道具としての仕上がりはすごいいいんじゃないかなって思います。代表的っていうわけじゃないかもしれないですけど、みんながこうパテアンクルートはパテアンクルートだってこうイメージがつきやすいじゃないですか。名前が1個なんですけども、作り方も作る人には全然味も違ってくるし、十人十色だと思うんですよね。お惣菜的な部分があるんですけども、どこまでレストランらしく出せるかっていうのも一つの醍醐味でもあるし、K さんもすごい大好きな料理なんですけど、彼がパリで三つ星を取った時に、じゃあパテアンクルートを出せるかってもう出せないって。今すごいこう流行っている料理っていうのはいろんな料理があるんですけど、やっぱり根本的にはそういうトラディショナル料理が考え抜かれて今のスタイルがあると思うんです。K さんも同じようなことを思ってるんで、具材を変えたりフォルムを変えたりもちろん変化させていくんですけど、パテアンクルートっていう料理は作り続けていこうと思ってるんですね。昔のパテアンクルートっていうのはパテ・ド・カンパーニュをこう生地で包んだみたいな時代が行くに従って、ミンチだけでやったら味わいがないじゃん。ずっと同じ味じゃないですか。ミンチもあり、フォアグラみたいな口どきのいいものもあり、ピスタチオナッツみたいにカリッとするものもあって、で肉の塊もそれをマリネしてるかしてないかとか、当たるところによって噛まなきゃいけない部分、切って香りが出る部分、きれいに盛られてて、きれいに切られてて、でそこにうまみがちゃんと重なってて、食べる前に匂いがこういい香りがしてて美味しそうっていう部分は重視します。もう五感ないし六感、人間的なその感覚をやっぱ感じながら食べてもらいたいと思ってるんです。バランスとかを考えながら作ってます。外資系のホテルでメインダイニングのシェフっていうとどうしても外国人シェフがどこにもなっちゃうんですね。でもここは場所は日本ですし、もう外資系のホテルでも日本のシェフがメインダイニングをやってもいいんじゃないかっていうのは K さんの考えでもあったんで、夢がありますよね。若い子たちも日本人のシェフだってなれるんだっていうのは、希望であって目標であってで通過点であってっていう部分は考えてますよね。エリタージュっていうコースとプレスティっていうコースがあるんですけどね、昼はそれにデジュネっていう3品構成からなる時間的にも値段的にもリーズナブルもあって、でデクベールっていうオードブル魚肉デザートっていうちょっとした本当のコースですよね。ランチは4種類なんですよ。自分がそのパリのレストラン系で働いた時にもニョッキっていう料理があって、ケイさんの考えもいただきながら、パルメザンのクリームとソースペリグーとニョッキを食べた時に感じるトリュフの感覚とか、その最後に仕上げにスライスをバーってこう形として見た目的にもバッて華やかな単純な組み合わせですね。正直言うとジャガイモとトリュフとパルメザンチーズとって考えつくけど食べたことないなみたいな。パルメザンクリームも鼻からはボンってこうくるんですけど、チーズを食べてるわけじゃないんで、クリームにした部分とニョッキの上にパルメザンチーズを振って、でサラマンダでやってグラタンみたいな感じです。1個ずつにもコーティングするパルメザンの焼けた香りとクリームで戻した乳脂肪分的な香り、口に入れるとふわって溶ける香りですね。咀嚼する部分がないんで、セロイラブのこうスライスしたやつを2枚ニョッキの上に重ねさせてもらって、で噛むっていう力でトリュフを合わせてるんで、そこにこう生ハムと一緒に塩を打つってよりもパルメザンの塩味と生ハムの塩味ともともと食材が持ってるうまみをどこまで感じてもらえるかっていう作り方なんで、塩はすごい極力減らします。パーセンテージ測ったりとか、インパクトとしては美味しいなと思うんですけど、やっぱ後で喉が渇いたりとかすぐお腹いっぱいになっちゃうんで、何皿目にあるのかによってもやっぱその塩の量も気にしますし、ちょっと物足りないのかもしれないですけど、次にまたつながる一品としてもう偶然ですね。自分が昔からやってる低温調理の仕方とレストラン系でやってるやり方が温度帯も時間帯も本当に一緒だったんですよ。向こうで仕込みでやってたんですけど、その時にKさんなんでこういう料理やったんですかみたいな話をした時に、自分は低温調理して3日後に使ってるんですけど、Kさんはやっぱり1週間寝かせる、熟成をかけるっていうラインですか。
よくみんなが認識している低温調理っていうのは、火入れの仕上がりを一定にする団体のためとか、そういう部分の仕込みの一つとして考えたかもしれないですけど、実際にやっぱ食べてみると、すごい柔らかくて、で、今回撮影で使わせてもらったのも、あえて低温調理で、ブランドさんのピジョンのロースト、普段レストランに出してるものですよね。に、フランス産のジロールだけと、あとレンコンと玉ねぎとほうれん草。鳩を美味しく食べる方法論の一つは何かなと思った部分で付け合わせも作った感じですね。日本人がすごい鳩かっていうふうに受け入れづらいというよりは、全然癖もなく食べれるんじゃないかなと思って、個人的にはやっぱりそのアラミートでローストしたりとか、そういうやり方が好きなんですけど、K さんから教えてもらったこういうやり方っていうのも、そうなんだ、これもありだなみたいな。コースの料理としてはこの鳩の調理法です。K 小林が全面監修っていう部分になってるんですけど、K さん自身はそういうふうな監修しますっていう思いはなくて、監修っていうのももうコラボレーションだと思ってますみたいな。可能性はほぼほぼこっちに委ねてもらってる部分があって、もちろん料理だけが良くても仕方ないんで、ここに関わる全スタッフですよねが気持ちよく働いてもらい、で来てくれるお客さんが喜んで帰ってくれるみたいな。美味しかったっていうよりも幸せだったって言ってもらいたいですね。こういう空間だったから、こういうサービス人がいたから、こういうカトラリーとかこういう器だったから、こういう料理だったから、こういう人と一緒に食べたから、もうトータルですね。その時間を共有できて一番幸せだったっていうふうに思ってもらえるようなレストランにしていけたらいいなと思いますね。